皆さんはモスラと聞いて何を思い浮かべますか？ゴジラを助ける味方、地球を守る守護神、それとも神そのもの。実はモスラは65年以上の歴史の中で役割そのものが何度も変わっています。今回はモスラがどう進化してきたのか、その歴史を時代順に見ていきます。まず1961年、映画モスラ。ここでのモスラは怪獣ではありません。インファント島の守護神、神話に登場する神そのものです。怒れば都市を破壊しますが本質は自然の代行者。さらに卵から生まれ幼虫になり成虫へ羽化する。モスラの基本設定はこの時点で完成していました。1964年、モスラ対ゴジラ。ここでモスラは初めてゴジラと対決します。成虫モスラは命を落としますが残された卵から幼虫が誕生。2匹の幼虫が力を合わせゴジラを撃退しました。ここで重要なのはモスラは死んでも終わらない。世代を超えて意志が受け継がれる。という設定です。同じ1964年、三大怪獣地球最大の決戦、キングギドラが初登場します。しかし戦ったのはモスラだけではありません。モスラはゴジラとラドンを説得し地球を守るために共闘させました。つまりモスラは怪獣世界の調停者になったのです。力ではなく知恵で世界を救った。これが後のモスラへつながります。1966年、ゴジラエビラモスラ、南海の大決闘。ここでのモスラは成虫。しかも怪獣退治が目的ではありません。危険な島に取り残された人々を救うために飛来します。戦士というより守護者救済者、母のような存在として描かれました。1968年、怪獣総進撃。ここでは立場が大きく変わります。モスラは単独の神ではなくゴジラやラドンたちと共に戦う怪獣軍団の一員になります。キングギドラとの最終決戦では地球怪獣たちと共闘。ここでモスラは神から仲間へと変化したのです。そして平成、1992年、ゴジラ VS モスラ。ここでモスラは再び大きく変わります。テーマは環境破壊、自然保護、そして地球そのもの。モスラは人類を守る存在。一方のバトラは地球を守る存在。この対立を通じてモスラは地球の代弁者という立場になりました。1994年、ゴジラ VS スペースゴジラ。ここで登場するのがフェアリーモスラ。小美人と行動する小さなモスラです。巨大怪獣ではありません。しかしこの存在によってモスラはさらに神秘的な存在へと変わっていきます。1996年からのモスラ3部作。ここでモスラは主役になります。レインボーモスラ、アクアモスラ、鎧モスラ。次々と進化し歴代最強クラスの能力を獲得。もはや怪獣というよりヒーローでした。2001年、GMK。ここでモスラは再び神へ戻ります。日本を守る聖獣、自然の化身。そして2003年、東京 SOS。モスラは人類へ警告します。初代ゴジラの骨を海へ返せ。つまりモスラは自然界の代弁者として人類と向き合ったのです。そして2019年、ゴジラキングオブモンスターズ。世界へ羽ばたいたモスラは女王として描かれます。神秘的な姿、発光する羽。そして命を懸けて戦う最後、多くのファンが感銘を受けた名シーンでした。さらに2024年の最新作にも登場していました。モスラは神から守護者そしてヒーローから女王まで様々な役割を担っています。だから65年以上経った今も愛され続けているのです。では皆さんに質問です。どのモスラが一番印象に残っていますか？ぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。面白いと思っていただけた方、高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。他にもゴジラ関連の動画配信中です。